カピラボ。皆さんどうもこんにちは、ウルトラワイドカキさんです。今回はとあるメーカーさんからモニターを強奪してきたので、レビューがてらモニター設置をしていきたいと思います。今回モニターをパクってきたメーカーさんは、イノ CN と言うんですが正直あまり聞いたことない名前だったんですよね。商品の販売自体は Amazon のみなのかな？モバイルモニターや据え置きのモニターの販売をしているようです。では商品説明に入る前に、今回の流れのご説明。まずは商品名やスペック紹介。次にモニターを開封しながら中身の確認。そして設置作業をします。設置が完了したら実際に使ってみるといった流れになります。それでは商品説明からやっていきましょう。まず、今回紹介するのは、WF29 Pro というウルトラワイドモニターになります。こちらはゲーミング用途というよりかはビジネスやクリエイター向け用途のモニターとなります。私も現在湾曲タイプのウルトラワイドモニターは使用しているのですが、やはり編集用途や動画視聴をするのにはとてもはかどるんですよね。今回のモニターも動画編集や映像視聴用に適したものではないかなと思っています。それではまずはスペックから見ていきましょう。ディスプレイサイズは29インチで解像度は 2560×1080 となります。比率は21対9となっており、液晶パネルは IPS 液晶が使用されています。リフレッシュレートは 75Hz で応答速度は 5ms。視野角は178度で1000対1の高コントラストとなっているので、色々な角度から見ても視野性は高いことが売りのようです。そしてスピーカーも内蔵しているようですね。ちなみに価格はクーポンを適用して4990円。LG やエーサーの似たような比率のモニターと比べると1万程度高いですね。しかし、高い代わりに様々な機能を備えているようなのでとりあえず商品を見ていきましょうか。まず商品の外箱はこんな感じになります。いやー、やはり結構大きいですね。29インチともなるとかなり場所を取ります。箱を開封してみるとモニタースタンドや付属品がお目見えしました。まずは付属品から見ていきましょうか。付属品の全体はこんな感じ。入っていたのは説明書などの紙類、電源ケーブル、USB ケーブル、HDMI ケーブル、USB Type-C のケーブルが入っていました。せっかくここまでケーブルを入れてくれるのであれば、ディスプレイポートのケーブルも入ってたらよかったですね。その他にはドライバーやクリーニングクロス、手袋やベサマウント用の金具が入っていました。付属品は充実していますね。ディスプレイポートのケーブル以外は追加で買う必要はなさそうです。説明書は日本語に対応しているのでわかりやすいと思います。では本体を見てみましょう。本体は3辺のベゼルが少なくなっており、ノングレアでとてもシンプルに仕上がっています。私は個人的にベゼルは少ない方がいいと思っているので、これはめちゃくちゃ好みです。裏面もかなりシンプルなデザイン。熱を逃がすためにこの部分には穴が開いてるんですが、ホコリが内部に入りやすそうで少し心配になります。モニター裏ってこまめに掃除しないことが多いから、ホコリが入りにくいデザインになってればよかったかな。裏面の下部には様々な種類の各種ポート類が付いています。まずは左から USB 3.0 のタイプ A ポートが2つ、USB-B のポートが1つ、USB Type-C のポートが1つ付いています。USB だけでもかなり充実しています。様々な USB デバイスにも給電できるので便利ですね。ここの USB Type-C は映像出力や PD 給電も同時にできるので、スマホやノート PC の給電にとても便利です。給電は最大 65W まで対応しています。映像入力のポートは Type-C 以外にも HDMI が2つと DP が1つ付いています。オーディオポートは 3.5mm のものが1つ付いていました。ここには外付けのスピーカーなどが接続できますね。かなりの充実具合です。あとは PSE 認証もしっかり取得されてました。ポート類は以上かな。モニターの厚みに関しては最近は薄いものも多いですが、標準的といったところですかね。ベサ穴が付いているということを考えるとこのぐらいの厚みにはなりますよね。外観はこのくらいでモニタースタンドを取り付けて設置をしてみましょう。まずはスタンドを組み立てします。組み立てはベースにスタンドを差し込んで、ベース裏のネジを時計回しに回し固定します。これでスタンドの組み立ては完了です。このスタンドをモニター裏に合わせて差し込みます。カチッとなったら OK。以上で組み立ては完了です。めちゃくちゃ簡単ですよね。モニターアームなどを使わないんであれば工具は必要ありません。少し揺すってみましたが安定性や強度は問題なさそうです。しかし重量は結構重いですね。持ち上げる際には落としたりぶつけたりしないように注意が必要です。では、まずはチルトや高さなどを見てみましょう。チルトに関しては上方向には20度、下方向には5度傾けることができます。
左右はスタンド部分の調節で45度ずつ傾けることができます。回転に関しては180度回すことができ、縦置きなどにも対応します。これは、シューティングゲームがはかどりそう。重力センサーも搭載しており、画面を回転させることで向きが変わります。いちいち設定から変更しなくていいのは便利ですね。モニターの高さ調節に関しては、一番低い位置にしてもスタンドギリギリまでいかないのは少し残念かなという印象。モニターを机ギリギリまで下げたいという方は結構多いですよね。この辺はモニターアームを使って、環境改善するしかないですね。まあ、スタンドで使うとしても様々な使い方ができそうです。では実際に使ってみましょう。まずは設定項目を見てみましょう。設定項目も日本語表示となっており、細かい設定が可能です。明るさやコントラストの設定などは当たり前として、ゲームに適した設定をしてくれるモードもありました。また、PIP や PBP の変更もここからできます。設定項目はこのくらいにして映像を出力してみましょう。パソコンとの接続は DP を使用しました。このようにブラウザを表示させるとものすごく表示域が広いですね。しかし、ブラウザ1枚でレスポンシブ非対応サイトだと情報がセンターに寄ってしまうので、左右の表示領域が活かしきれません。その場合はこのようにブラウザを2枚に並べたり、分割して使用する方が表示領域を活かせます。このような使い方であれば、一度に多くの情報量を表示できるのでウルトラワイドモニターを最大限活用できると思います。フルスクリーンより画面分割の方がいいですね。先ほどもちらっと紹介しましたが、このモニターではこういった表示を最大限活用するための機能が他にもついています。画面分割機能とピクチャーインピクチャー機能ですね。画面分割に関してはその名の通り画面を分割表示できる機能で、ピクチャーインピクチャーはワイプ表示のような機能です。右にスマホで攻略サイトを出しておいて、左はコンシューマー機でゲームをプレイするなどといったことも可能です。横幅が広いとこういう時は使い勝手がいいですよね。また、ワードやエクセルといったソフトを使用する際にも、横の表示域が増えるので作業性も向上すると思います。では次に動画を見てみましょうか。動画再生に関しては YouTube などの16対9で制作されているサイトでは、スクリーンで視聴する場合に左右に非表示部分ができます。もったいなく感じますが、サイトの仕様なので仕方がないですね。一方映画などを見る場合はアスペクト比が広く作られていることが多いので、表示域がフルに生きてとても没入感があります。やはり映像作品を見るのには適していると思います。視野角も広いので斜めから見ても違和感などは感じません。また、USB Type-C で映像出力もできるので、スマホに映像出力機能があればスマホ画面を映し出すこともできます。これで TikTok も大画面で見れますね。この時、モニター側の USB にマウスとキーボードなどを接続すれば、スマホの画面をマウスなどで操作することも可能です。私的にはあまり使わないですが、人によっては便利な機能かも。あとはせっかくなので少しゲームもやってみたいと思います。ゲームに関しては 144Hz を出したいということであればこのモニターは適していません。最高が 75Hz となるのでその点は注意が必要です。PC ゲームは解像度を 2560×1080 に設定できるものであれば視野角を活かしてゲームができます。FPS だとこの広い視野角を活かしてプレイができるので、144Hz にこだわらない方にはいいかと思います。しかし FPS ゲームには視線移動の少ない24インチが至高とも言われるので、このあたりは好みになると思います。このように21級でプレイできる PC ゲームでは問題はないのですが、コンシューマー機では 2560×1080 の解像度が設定できないことが多いので、購入する際は注意が必要だと思います。映像が間延びしてしまったりしますしね。普段 144Hz モニターを使用している方からしたら物足りないかもしれませんが、テレビでゲームしてる人であれば違和感はないはず。私はゲーム用途でも全然使えると思います。とりあえずこんなところですかね。では今回使ってみて良かったところと悪かったところをまとめていきましょう。良かったところとしてはこんな感じ。モニターの視野角も広いし、色彩も私的には十分満足がいくものでした。あとは USB などの端子類の充実が素晴らしいですね。逆に悪かった部分はこんな感じ。気になったのはスピーカーの性能。普通に使ってる分には可もなく不可もなくという感じですが、映画鑑賞などで音量を上げて使うと低音が弱いのかなという気がします。それ以外はあとは価格かな。割引が効けば選択肢に入るけど、割引がなければ他メーカーと比べて高いと思う。物自体はいいんだけどね。あとはサポートが気になりますね。日本にサポート拠点はあるのだろうか。
そこは不安ですね。ということで今回は NCN のウルトラワイドモニターを使用してみましたが、動画編集をする人やライトゲーマーには使い勝手のいいモニターだと思いました。一応概要欄に商品リンク等が貼ってあるので、気になる方は見てみてください。明日から1週間セールみたいだから買うならその時がチャンスかも。あ、そうそう、このモニターと一緒にポータブルモニターも強奪してきたんだけど、こっちはバッテリーを搭載していてめちゃくちゃ便利そう。移動時や外出先で使えるから車載配信用としてミニ PC と一緒に使おうと思ってます。近いうちに車載環境も紹介しようと思う。それでは今回の動画はここまで。いつも見ていただきありがとうございます。それではまたバイバイ。今回このメーカーのものではないですが、モバイルモニターのプレゼントがあります。私のこの動画の Twitter に今回のウルトラワイドモニターのいいな、悪いなと思ったところをさりげなくリプください。ダッシュ草。